皆さんこんにちは、ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。本日もご視聴いただきありがとうございます。今回はハンガリーの解説の2回目よね。そうだぜ。この動画はハンガリーってどんなところの続きになってるので、そちらを見てない方はその動画も見てくれると嬉しいのだぜ。リンクは概要欄に貼っておくのだぜ。前回は首都のブダペストやグルメを紹介したけど、ブダペストというかハンガリーの温泉の紹介です。ブダペストというかハンガリーって温泉がそこら中で湧く、ヨーロッパ有数の温泉大国なのよね。そう。他のヨーロッパ諸国にも温泉がないわけじゃないが、このハンガリーあたりは地殻が薄いため地下水が温まりやすく、火山もないのに温泉がそこら中で湧く、特殊な国なんだぜ。ブダペストには、118もの源泉から毎分およそ50トンの温泉が湧き、大小50以上もの浴場が存在すると言われているぜ。個別の温泉の紹介に移る前に基本的なことを言っておくと、ハンガリーというか欧州の温泉は水着着用で混浴なのよね。したがって、水着が必携だな。そして、水泳帽が必要なところもあるので、持っている人は持っていった方がいいぜ。競泳プールみたいなところだと水泳帽が必要とされてるけど、ウプ主は必要なところには遭遇しなかったらしい。そして、源泉かけ流しの場合もあるが、ハンガリー人をはじめとする欧州人が高温を苦手とするため、水温の低い浴槽が必ずあり、温泉が水で薄められていることもあるのが残念よね。それな。日本だと40度だと、ちょっとぬるいっていう感覚だけど、あっちじゃ暑いっていう感覚なんだよな。40度の温泉があったらかなりラッキーな感じなのよね。温泉施設の作りも日本とは違っていて、更衣室も男女に分かれていない。受付で金を払うとこんな腕時計みたいなものを渡され、これがロッカーの鍵になってる。男女共用の更衣室に、電話ボックスを4倍で隠した更衣キャビンみたいなものがあって、そこで着替えて、衣服をロッカーにしまうだけ。まあ合理的といえば合理的なんだけど、日本じゃちょっと抵抗があるだろうね。慣れの問題で、欧州は全てこの方式だったな。それではまずは首都ブダペストの温泉の紹介といきますか。あいよ。まずはブダペストの温泉として有名なのがセーチェーニ温泉。1879年に源泉が発掘され、欧州最大規模の総合温泉施設となっている。とにかく巨大で3つの露天風呂と10以上の屋内風呂があり、泉質は炭酸水素塩泉や硫酸塩泉で無色透明。露天風呂っていうより温水プールって言った方が正確かもね。よく温泉に入りながらチェスをするっていうのもここでやってる。まあ、建物が立派で巨大なんだが、残念なのは水温が38度ぐらいってこと。源泉は70度以上なのに、日本人としてはこれは非常に残念。ぬるいからチェスをやって使っていられるんだけど、どこか物足りないんだよね。まあ、温水プールとして楽しむしかないんじゃないかな。観光として割り切っていかないとダメなんですよね。温泉でちょっと温まろうと思っていくと、ちょっとがっかりします。次は、前回の動画でも紹介したゲッレールト温泉。こちらはダヌビウスホテルゲッレールトというホテル付属の温泉施設になります。ホテル宿泊者の利用はもちろんのこと、日本でいう日帰り温泉のように、温泉施設だけの利用もできます。こちらも、建物がゴージャスで屋外にプールが数カ所あったりして、小ぶりのセーチェーニ温泉みたいな趣です。こちらも残念なのが水温が38度なんだよな。ホテルに関して言えば、ウプ主も泊まったわけじゃないからなんとも言えないけど、歴史的な建物を使った高級ホテルとしては値段がお安いようです。有名な観光地に行きたい、歴史的な建物に泊まりたいというのであればここをおすすめしますが、口コミ等をよく読んでご自身で判断されたらいいと思います。さて、次から紹介する温泉は、先の2つよりはかなり地元民向けの温泉で、値段も安い。何より、40度の浴槽があって、日本人としても納得のいく温泉らしい温泉だぜ。まずはキラーイ温泉。建物がトルコ風のドームになっていて、16世紀のものという趣深い温泉。外観はちょっとボロい印象もあるが、施設内は至って清潔。以前は曜日で男女を分けていて、ゲイのたまり場なんて言われたこともあったが、現在は前日混浴にしてそういう奴らが一掃されたみたい。
ウプ主が行った時も、特に不審な輩はいなかったとのこと。次にルダッシュ温泉。こちらはキラーイ温泉に比べて、建物が現代的になってる。そして何よりここには42度の温泉があって、こちらは完全に日本の温泉と同じ感じで入れる。42度っていうのはヨーロッパじゃ貴重な存在ね。40度だと夏ならいいけど、冬場だとちょっと温まるって感じじゃないわよね。ちなみにルダッシュ温泉は日によって男性専用の日があるので、気をつけてください。そしてルカーチ温泉。この温泉はブダペストで一番古く、12世紀あたりから利用が始まっている温泉。設備は現代のものになっているが、ここは38度の温湯しかない。まあ、ここはキラーイ温泉とルダッシュ温泉に行っておけば、特段行く必要性も乏しいと言えるわね。次に、ブダペストの温泉はこのくらいにして、ハンガリーの珍しい温泉について紹介するぜ。珍しいといえば、なんといってもヘイビーズ温泉湖よね。そうだぜ。その名の通り、湖全体が温泉になっている。湖は直径200メートルほどの歪な円形で、湖底の至るところから毎分1400トンもの、おびただしい源泉が噴き出し、計算上では28から30時間で水が入れ替わる。究極の源泉かけ流しの温泉よね。湖はすり鉢状になってて、深いところで36メートル。湖の中心部分が一番暖かいから、レストハウスの建物が中心部まで伸びていて、そこから入れるようになってるんだよね。当然足がつかないから浮き輪で浮かんで浸かるというのがこの温泉のやり方。浮き輪はレストハウスでレンタルできる。泉質は硫黄泉で、水温は夏で33度ほど、冬でも26度で凍ることはない。ウプ主は11月に行きましたが、その時でも28度で、レストハウス内で使ってる限りでは寒いということはなかったと言っています。ブダペストからは鉄道か高速バスで3、4時間かかるけど、湖の周りにはリゾートホテルもあるから、そこで泊まるという選択肢もあるぜ。ウプ主は日帰りで行ったけど、次に紹介するエゲルサローク温泉には現地の温泉宿に泊まりました。エゲルサローク温泉というのはハンガリーの北東部にあるエゲルという町にある温泉だぜ。ブダペストからは電車や高速バスで2、3時間ほど。この辺は赤ワインの産地でワイナリー巡りと絡めて観光することもおすすめなのよね。ここの珍しいところは、塩分濃度がすごく高いお湯が湧き出ているとかで、トルコのパムッカレのような石灰棚ができちゃったんだぜ。もともとは1960年代に、石油を掘削していて、硫黄泉を掘り当ててしまったのがこの温泉の始まり。割と最近の話なのよね。この石灰棚は見るだけで入ることはできないけど、2000年代にリゾート開発がされ、すぐ隣にホテルと温泉施設が出来上がってる。源泉は70度ぐらいなんだけど、やはり温度が落とされて38度ぐらいになってるのが残念。ここのホテルのサリリスリゾートスパホテルは朝夕食事付きで1万5000円くらい。温泉は20時くらいで終わってしまうけど、ゲッレールと温泉と違って、何回でも入れるのがちょっとお得感がある。飯付きで1万5000円なら日本の温泉旅館みたいなものだからな。食事はバイキング形式で肉料理がうまかったとウプ主は申しております。それじゃ、今回はこれくらいにしておくぜ。この動画が面白いと思ったらチャンネル登録をお願いします。それを励みにして、動画作成を続けていこうと考えております。それでは、本日のご視聴ありがとうございました。